よく知られた寓話をほんの少し組み替えてお送りします。寓話リミックス、裸の王様。昔、ある国にある王様がおりました。その王様は国のことよりも新しい服のことばかり考えておりました。ある日、2人の仕立て屋がやってきて、愚かなものには見えない不思議な服を作れると言いました。けれど王様の目にもその服は見えません。それでも王様は見事だと仰せになりました。こうして王様はその見えない服を着たまま町を行進することになりました。素晴らしい。お似合いです。町の人々も誰一人本当のことを口にしませんでした。王様は裸だ。ところがこの国の物語はここから少し違っておりました。その通りだ。私は裸だ。王も民も服を脱げば同じ人間だ。私は今日それを皆に示そうと思ったのだ。まことに民を思われたご英断でございます。すると一人が拍手をしました。続いてもう一人。やがて広場の全員が王様をたたえました。こうして王様の間違いは王様の理念になりました。翌朝、役所では昨日の出来事を記録に残すことになりました。このまま書いてよいのでしょうか。裸と書くと誤解を招く。そこで記録は誤解のない表現に改められました。王様は自ら同じ姿になることで民との平等を示しました。学校ではその意味が子どもたちにも分かるように教えられました。仕立て屋の下りはテーマが見えにくくなる。物語はより分かりやすく整えられていきました。役所も学校も出版社も同じ説明を用いるようになりました。でもあの日は記録では平等の順行となっております。こうして王様は服に騙された王ではなく、身分の壁を取り払った平等王として記されることになりました。それから長い年月が過ぎました。王の巡行はこの国の始まりを示す出来事として伝えられていました。この方こそ身分の壁を取り払った名君、平等王です。こうして一つの間違いは誰も疑わない歴史になってしまいましたとさ。今回収蔵した映像には寓話リミックスという題名が残されていました。よく知られた寓話を別の論理で組み直すコーナーだったようです。ただしどの番組の中で放送されたのか、同じ形式の作品が他にも存在したのか、現在確認できている資料だけではまだ分かっていません。この物語が何を伝えようとしたのかについても当館で結論を出すことは控えます。記録はここで途切れています。また次の収蔵品でお会いしましょう。